ございます。25歳の社会人です。でも2回目です。2回目の方手を挙げてください。ありがとうございます。1回目の方手を挙げてください。皆さんありがとうございます。はっきり言います。オウム真理教よりもさらに悪質なのはこの財務省ですよ。なんでオウム真理教よりもより悪質かちょっと説明します。これは厚労省から出てる自殺のグラフです。1998年にそれまで2万人台いた自殺者が一気に3万人を超えました。なんでこんなことが起こったんでしょうか。答えは簡単です。1997年に消費増税がされたからなんです。消費増税がされてデフレが始まりました。デフレになると失業者が生まれます。そして失業者が生まれると自殺が増えるんです。ここの期間、少なく見積もっても20万人が殺されたことになるんです。経済政策の失敗によって罪のない20万人の人が亡くなってしまったんですよ。財務省、20万人の命返せ。オウム真理教と比較してみましょう。オウム真理教の場合は朝原将校に認められないから出世したいからサリンをまいたんです。こいつらも一緒なんです。上司に認められて出世したいから増税という名のサリンをまいてるんですよ。許せますかこんなの。生活が苦しい方手を挙げてください。野菜高いですよね。お米も高いですよね。お米が食べれなくなったら日本人じゃなくなるんですよ。ちょっと見てほしいのがあります。これは気持ちの木という感じです。戦前はこの字を使ってました。今は木の中が湿るですけど中は米なんです。米を食べることによって気を得る、スピリットを得るっていうのが日本人なんです。料理っていう漢字を見てください。料理っていう字も米をマスで測る断りなんです。米を食べるから日本人なんです。米を食べれなくなったらもう日本人じゃないんです。この財務省っていうのは経済を破壊し尽くした後は今まさに日本の文化を破壊しようとしてるんですよ。今日本各地でデモが起こっています。 SNS でこのデモを知った方は手を挙げてください。ありがとうございます。テレビで知った方は手を挙げてください。ありがとうございます。やはり SNS の方が多いです。なぜテレビはこんなことを報道しないんでしょうか。答えは簡単です。テレビは財務省に不都合なことを言うと税務調査が入るんですよ。重箱の進みをつくづくような税務調査をずっとやられるから仕事にならない。つまり財務省に不都合なことは報道できないようになってるんですよ。やっと SNS の力でこの財務省の問題が知れるようになってきました。そうすると政府はどうしてるのか。言論統制を始めてるんですよ。 SNS を禁止しようとして。財務省っていうのは経済を破壊して文化を破壊して今まさに言論統制をしようとしてるんですよ。ふざけんなよ財務省このやつ。財務省買いたい。今日本人の土地が買われたり日本人の女性が買われたり1人当たりの GDP でも韓国、台湾に負けるようになってしまいました。もう日本はダメなんでしょうか。いえ、そんなことありません。僕らが今立ち上がる時なんですよ。明治維新、そして東日本大震災、経済が破壊されたり日本国土が破壊されてもその度立ち直ってきたのが日本人でしょう。僕らの先人が命を懸けて守ってきたこの日本、
その日本の遺産をこいつらは食い潰してるんですよ。だから僕も命をかけて戦います。先人に習って命をかけます。だから前の財務省でもサングラスをしてましたけど、今回はしてません。財務省解体をしたいです。でもこいつらは最後の最後までしぶとく抵抗してくるんですよ。間違いなく厳しい戦いになります。今一度大きな声で財務省解体のコールをお願いします。いきますよ。財務省解体、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 財務省解体。演説を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。おかしいでしょうが。目撃会見って決めたらないでしょうね。日記は誰も話さないし、普通に言ったらダメなんでしょうか。僕たちは国と NG ワードで遊んでないんですよ。もうね、素晴らしいことに外務省の大会でもね、赤抜きが変わったんですよ。国民民主党も公約に掲げようと考え始めてるではありませんか。では本題いきます。1995年3月11日、発売30周年を迎えた熊本トイガーの話に聞きましょう。熊本トイガーは鳥山家や森井隆二、坂口博信の3人の唯一無二のドリームプロジェクトです。お話、古代の記念誌1万2000年、昔女王がいたんですよ。女王は優しかったんですよ。その娘にサーっていう人がいます。ある時から女王はラスボスとラモスの記憶に取り替え、そこから長い夢についたラモスを起こそうとしたんです。そこから女王の性格が変わってラモスというラスボスを起こしていく。女王の娘カーもラモスというラスボス復活を動をかけたのです。結果、世界が崩壊しました。多くの人が犠牲になりました。それにラスボスの状態が今日も残念ながら進みました。昔は優しかった財務省が金の身を繰り返して政党も金を積み上げ努力して、それでラスボスも国民会計学士造形でこのびっくりしていわゆる日本国会をやろうとしているわけだ。でもこれに願い強く成功したのが森永卓郎君。残念ながら亡くなりました。森永さん、すごい英雄じゃありませんか。だってラスボス以上なんですよ。財務省、
今日はホワイトデーです。それぐらい清原をお声的プレゼントすべきでしょうか。だって僕だけ会社員に大仏の最大量をあげたんですから。お前ら何言ってんのかや。いいから燃えてこい。これは昔の安倍首相がやっていた一味一つの言葉です。消費税増税から早5年間何も軍事の経験は回ってなったばかりですよね。私は昭和しないとかいう子供ですよ。そういう世代になってしまうと努力は報われにくくなってるでしょう。努力は報われるようにしないことなんて何に決まってるじゃないか。最後に人権法を掲げたいと思います。新しい文言ははい、大変あります。